こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。暖かい日になりましたが、もうすぐ国風展を前にしての大切な一日の天気になりました。国風盆栽展は国を代表する盆栽展です。これに併設して私ども盆栽界の天王山中心地であります上野グリーンクラブでは立春盆栽大市として全国の著名盆栽園がまさにしのぎを削る売店を出します。そこに出す品物はこれから嫁入り先を探すとても大切な場所になります。各園ともその園の特色を生かした盆栽や鉢、さまざまな道具が展示されます。私どもはそのまま展示会に飾れるほどに仕上げた木を皆様にご披露しますけれど、今日から4、5日その仕事が入ります。今日は特別に外から人を頼んでその仕上げの仕事を見ていただこうと思います。日本盆栽作風展内閣総理大臣賞作家でもあります森山佳子さんに今日はご協力いただきます。森山さん、どうもありがとうございます。お願いします。無理を言ってすいません、忙しい中お願いしている仕事のその大切な部分というのはどういうところでしょうか。やっぱり一番よく見えるように枝を操作したり、ちょっとした葉っぱを下っ端取ったりとか、枝先を上げたりとか、そういったちょこっとな仕事でガラッて木の印象が変わるんで、ここにありますさまざまな品物をこれから今日明日2日間かけて森山さんと作っていきたいと思います。中にはご覧のようにフォークリフトに乗せる大きさのものもございますが、木を作る、鉢を入れ替える、それによって木の表情が大きく変わります。中にはここにありますように、さあ森山さん、この木はまだ畑作りから上げてわずか数年という木ですが、はい、さあこれがちょっと腕の見せ所で変貌させていただければと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。どうぞお楽しみください。この糸魚川心拍の山鳥古木、すでに完成の域と言えるように見える木です。山鳥ならではの圧倒的な舎利芸、まさに現代的な姿を見せていますが、まだまだ良くなるような気がします。森山先生と2人で今日明日の仕事の中でこの木がどのように変貌していくか、皆さんと一緒にご覧いただければと思っております。さて、本来はもう山鳥で一度見られる姿になっている糸魚川心拍ですが、森山さん、少しさらなる欲というところで角度を変えるわけですか。はい、このくらいの角度の方が舎利芸がよく見えますし、前まっすぐだった舎利がちょっと流れがついて、ああ、なるほど。これはつまり正面がここからここに移動するということですか。はい、この滝の正面で、ああ、奥行きが出るってことですかね。そうですね、あ後ろの舎利も見えますし、あ、はい、なるほど。それでここからまたこの枝配りがはい、この動きに対して変わってくるわけですか。そうですね、角度を変えたことによって枝が若干動いてるんで、それをまた変えます。それではまた一つ木村一門の技をご披露いただきましょう。いやー、森山さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。美しい枝打ちになりましたね。なんとかなりました。はい、やはりこの角度、この正面だと、はい、この舎利芸を出すっていうところが命ですかね。そうですね。やっぱいい舎利で見せて、ちょっと見せたくないところをちょっと隠して。いかがでしょう皆さん。この私たちの枝でいう棚をきれいに霞のように立ちながら奥行きを出す、しかも心拍らしいこの舎利芸の良さを遺憾なく出す、まさに腕の見せ所という森山先生ならではの仕事ですけど、ここからの植え替えですけど、どんな鉢がありますかね。いや難しいですよね。ですよね。結構モダンな木なんで、はい、普通の長方の硬いやつですと木の泳ぎが死ぬし、そうですね。丸だとちょっと横への伸びが強すぎちゃって、はい、
結構苦労すると思いますが、ちょっと苦心して鉢を選んでみます。ありがとうございます。ありがとうございます。赤松の五冠立ちの大型の老木です。古くは大宮盆栽村名園久花園村田久蔵先生が持って、それから遠く京都府舞鶴市の愛好家が数十年持っていた木です。広がっていた枝を5年10年20年とかけて立ち上げてきました。見事な培養と枝作りでほぼ完成に近い状態になっていますが、若干気になるところがあります。せっかく右に流れているのに、ものすごい見事な幹味のこの枝が交差しているように見えます。自然の姿ですから決してこれがいけないわけではありませんが、どことなく右側が混み合っているように見えます。これをもう少し簡単なテクニックですっきりとお見せしたいと思います。この枝を引こうね。大阪松、宮島、銀圧、さまざまな呼び方がありますが、とても健康な種類で海外でも人気のあるこの木、四国の木梨地方でわずか乾電池ぐらいの大きさの鉢物を一度地面に植えて、そこから50年60年と手入れをして作った木です。それでもまだまだ素材です。畑から上げて根を保護するために木箱で2年3年と作りました。さあ、ここから森山先生の仕事に入る前に下仕事をします。まずきれいにコンプレッサーで枯葉を取り、そこから枯れ枝を切り、仕事のしやすさをするのも大切な前段階の準備です。ご覧ください。昔は手で全部仕事をしましたが、今はとても道具がよく、風圧をかけて枝のところの葉をきれいに飛ばすのに手仕事のわずか10分の1以下の時間でできるようになりました。慣れていないと気をつけるのは、大切な古い幹の皮を飛ばしてしまわないように、風を当てる角度や時間にも注意がいります。わずか数分の間にご覧ください。枯葉は取れてきれいな緑の色になりました。ここからは枯れ枝を切り込んで森山先生の仕事をしやすいまでの前段階となります。まだ見ぬ姿、まだ得ぬ形、森山先生の匠の技によって誰もが見なかった木が一つの盆栽へと姿を変えていきます。この技、並大抵のものではありません。名将木村正彦先生の技を受け継ぐ者ならではの世界が込められています。先ほどまで誰もが見る影もなかった素材、一つの五葉松模様着としての姿が完成してきました。ここからの植え替えでさらに鉢という衣装によって
夢の世界へ羽ばたく木に変貌します。大阪松、四国木梨で育まれたこの木は数年前まで何十年の間畑作りがされていました。埼玉の地に来て木箱に入れ根を作り培養に心がけて、今回木村正彦先生の手によって見事な単管模様木へと姿を変えました。さあここから国風店売店へ向かう本鉢への入れ込みの作業です。よっ、もっと上げて、ずっと、そこを抜かなきゃなんないから。ぐーっと上げて、下針金切りで、ちょっと針金入ってんだよ。針金ちょっとあそこにはい、でそっちで叩いて、はい、こっちとこっちで叩くから。結構こう叩けねえな。やって。3年という時間がこのように根を張らせます。鉢の中で細かい根が張る、それが盆栽への道になります。畑に入っていた木が見事に変わっていく瞬間です。畑から上げられた木を木箱に入れるときに、わずかな根を大事にするために太い根の直根をあえて残しました。これだけ周りにコネが出てくれば、見てください、これだけ白い菌が出ているということは根の状態が良いことです。鉢植えの前にこの太根を切ることになります。根をさばく、なかなか一般の方にここまでの根さばきは難しいかもしれませんが、根が出来上がった状態を見て私どもはこのように根をさばきます。大切なのはこういうふうに上のコネというものがしっかりしていることが大切です。
下で外した土の量をご覧ください。今までこの土がこの木の作、つまり安定した健康を支えてきたわけです。ここからは本鉢に入れるために上根を大事にした作り方になります。最後の鉢合わせ、鉢を緩めずに木の姿に合ったものに合わせる。一番大切なのは盆栽としての鉢持ち込みの木へと変化させる時に粗根をどこまでさばき取れるか、これが大切な畑物の植え替えになります。木の健康を保ちながら余分な粗根を外す、この限界の位置を探るのもプロの技です。巻き込みながらね、こっちをまずこうやってちょっと下ろして、ちょっと下ろして、はい、こうやっといて、こうやっといて、今度はこっちが、はい、いいよ、下ろしちゃって。はい、押すってかこういう起こし、はいはいはい、こんな感じね。こっちいっぱいだね、もうね、はい、よちゃちょっと押しててね、そうやってね、はい、森山先生の施術によって美しく姿を変えた心拍。植え替えで六角の鉢に合わせることでそこで出るモダンな美、まさに龍が伸び上がる姿が映える木となりました。ここから最後にもう一度化粧桶の表土を仕上げて、それから夢の舞台へと向かいます。この幹の動き、これによってこの五感の立ち方があまり交差せずにきれいに流れていくようになります。微調整はありますが、先ほどの交差している姿からこのようにしていくことで幹立ちがすっきりとした流れに見えます。わずかな仕事ですが、木を飾る時に大切なことでもあります。3年間畑から上げて木箱で作り、根を作り、最後には木村先生による樹形の基本出しを終え、今こうして初めて鉢にきちんと植えた姿になりました。こうしてだんだん盆栽を作ること、これも私たちの仕事です。宮島、別名大阪松とも銀圧とも言われるこの五葉松。畑作りから生まれた木は太寒の能の鏡松のような木が多いものです。この木はその中で大きくもなく太りもせず、端っこで生き抜いた形が幹の中に現れています。その木だからこそ描ける幹模様、それが今回締め込んだ鉢植えと森山先生の施術によって中型の見事な松となりました。本来はもうちょっと深植えにしてすっきりと収めるものを、まだまだ根が仕上がっていません。やや深めの鉢で少しのんびり、もう少し先に名木へ。イワシでの大型古木です。持ち込みの古い、すでに枝のほぐれたこの木は、よく見れば
何年もの植え替えをせずに多少枝がほうけているような感じがあります。ハサミで細やかさを失わないようにさばき、根をさばいて植え替え、白い楕円の鉢がこの穏やかな樹層に合っているようで多少引き締まった感じが出ていません。瑠璃釉の長方の鉢に合わせることで木の白さ、枝の細やかさが引き立つ鉢合わせの植え替えとなりました。天然樹形の株立ちの岩シデです。枝の細やかさやそれぞれの幹立ちの姿など、本来の雑木盆栽の株姿をよく表した木です。植え付けの場所が多少右に寄りすぎて木に締まりが出ていません。若いこの瑠璃釉の鉢から中渡りの白高地の味わいの深い古色を帯びたものに入れ替えることで、引き締まった感じの中に木の枯幹がよく現れています。根元のさばき、植え付けの角度、微妙な少しずつの手入れが木の樹格を上げていきます。国風盆栽展、閉催する盆栽大市、そこに向けての今日の作業、手入れいかがだったでしょうか。盆栽は仕入れてきてそのまま売るではなく、その木をどう捉えてどのように作り直してそれを皆さんにご披露するか、そこがプロの腕だと思います。森山先生の協力でとても深いものが皆さんにお伝えできたかと思います。楽しかった、面白いぞと思ってくださる方、たくさんのアーカイブがございます。ぜひチャンネル登録でお楽しみいただきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。